ビートナイトです。このタイムご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。突然ですが皆さんカメラのレンズの中で好きな画角ってありますか？僕はですね、レンズ結構持ってまして、いろんな画角のレンズ持ってます。もちろんですね、ズームレンズ、望遠レンズ、そして単焦点レンズっていうのもですね、かなり持ってる方だと思います。というわけで本日の動画なんですけども、本日はですね、新しいレンズをご紹介したいと思います。今回ご紹介するっていうのが 35mm って画角のレンズなんです。皆さん 35mm のレンズって好きですか？ 50mm がですね、一番この中心といいますか、一番標準的な画角って言われてるんですね。この人の目の画角に近いって言われてるんですね。なので 35mm っていうのはやや広角レンズになります。50mm って画角もね、すごく好きなんですよ。このギュッとした感じというか、詰まった感じというかね。若干ですね、50mm だと狭いなっていう時もあるんですよ。はたまた 24mm っていうのもね、今までよく使ってきたんですけど、24mm は 4mm で結構ね、広く撮れすぎてしまって情報量が増えちゃうんですよね。35mm だと 50mm では捉えきれない情報っていうのも抑えることができるんですね。ずっとね、気になってたレンズがあるんですよ。それがですね、こちらなんですけども、はい、シグマのですね 35mm F1.4DG2 のアートレンズでございます。今回ですね、シグマさんからご提供いただきまして、しばらく使ってまいりました。これ発表されたのが2月の CP プラスの時かな。 CP プラスの時に確かこれ発表されたと思うんですけども、発売前に送ってもらって、そこからですね、しばらくどうです、2ヶ月ぐらい使ってんのかな。もう先日ですね、奄美大島行った時にちょっと知り合いのですね、宿を撮影する時に、はい、こちらをメインで使ってまいりました。その様子をですね、後ほど見ていただきたいと思います。今回ですね、動画と写真両方ですね撮ってまいりましたので、作例を交えてご紹介していきたいと思います。あとですね、奄美大島以外にも街中もね撮影してまいりましたので、その作例も参考にしていただければと思います。僕ね、シグマのレンズはね、もともと結構使ってまして、それこそ8年ぐらい前ですかね、これ YouTube を始めてレンズ探しをねしている時に、その時っていうのがまだフルサイズ機っていうのを使ってなかったので APS-C 機を使ってました。その時に選んだレンズっていうのが 1835F2.8 の、これもですねアートレンズっていうのをね使っていたんですね。そのね描写力っていうのがねとんでもなく良くて、その時の映像っていうのはこれなんですけども、キャンプの時に持って行ってもう本当にね最高の絵が撮れました。そこからですね、やっぱりシグマのこの描写力が好きで、その後もですね、こちらも APS-C 機のやつだったんですけども、シグマの 16mmF1.4 のコンテンポラリーレンズとか使ってまいりました。一番ねよく使ってたレンズっていうのが、フルサイズに変えてから2470の F2.8 のアートレンズっていうのもね使ってきたんですよ。確かね、それのねアート2の方だったっけな。これはねレビュー動画は撮ってないんですけど、しばらくねそれ使ってたんですよ。もちろんねめちゃくちゃ良かったし、描写力も抜群、本当にですね気に入って使ってました。その時にね撮影した映像っていうのは、これもねキャンプの時に使ってたんですけども、このですね冬のキャンプの時も使ってたレンズっていうのがこれです。この時はねレンズ1本で臨んだので、ほぼほぼこの動画っていうのはシグマの 2470F2.8 のアートレンズを使ってたんですね。ただね、やっぱりいいレンズでどうしてもねレンズの重さっていうのは出るんですよ。でシグマってやっぱりめちゃくちゃ描写力が高いんですけども、どうしてもレンズの重さっていうのがね気になるところなんですよね。僕ねVlog であったり、旅行先で映像を撮ったりすることって結構多いんですよ。やはりですね、持ち物は軽い方がいいなっていうのが今の僕の感想です。これねもう映像撮影する上で結構永遠のテーマかもしれないんですけど、描写力を撮るのかそれとも軽さを撮るのかっていうのはね結構僕の中でテーマなんですね。で今回のですねこの 35mm のアートレンズっていうのはとにかくですね軽いんですよ。というわけでざっくりとスペックご紹介していきたいと思います。最初にお伝えしておきますと、僕レンズの専門家ではないので、この難しいですね MTF なんか曲線みたいなやつとか周差の話とか、正直ね僕そんなに詳しくないんで、あくまでですね日常的にレンズを使う人間の感想だと思っておいてください。はい、主なスペックっていうのはこちらになります。はい、やはりですね今回一番注目するべきところはここじゃないかなと思います。重さです。なんとですねアートレンズなんですけども、約 535g なんですよ。前のモデルっていうのが 645g だったそうです。なので約 20% ほどですねレンズが軽くなったということですね。あとですね全長も短くなりまして、およそ 9.4 センチだそうです。この後ですね作例などもね見ていただければと思うんですけども、本当にねボケ感っていうのがすっごいねこう柔らかくて非常に綺麗なボケをね出してくれるなと思います。あとですね DRHLA といういわゆるリニアモーターっていうのがですね搭載されております。オートフォーカスもめちゃくちゃ速いですし静かなんですよ。動画
でね結構ね大事になってくるっていうのがフォーカスブリージングといって、こう画角がねこうギュッてなるやつがあるんですけども、それもですねかなり抑えられてます。あとは絞りリングのクリック切り替えができるようになったり、 AFL フォーカスホールドボタンもカスタム可能になりました。レンズ自体にもですねいろんなこのカスタムボタンであったり、レンズ自体で制御できることがね可能になっております。あとですね防塵防的なので、ちょっとねホコリっぽいところであったり、小雨ぐらいだったら耐えられる仕様になっております。一応ですね価格はですねもちろん店舗によって変わってくるんですけども、だいたいですね15万円から16万円ぐらいの間じゃないかなと思います。というわけで先日奄美大島に行ってまいりましたので、撮影の裏側も含めてですねどんな映像を撮ってきたのかご紹介したいと思います。突然なんですけど、今私たちは奄美大島にやってまいりました。すごい突然じゃん。今日はシグマのこのレンズを使っていろいろですね撮影していきたいと思います。でこれさ、すごいこのレンズいいわいいわってずっと今日撮影中で。いやめっちゃいい。これはあれシグマから出た新しい 35mm F1.4 のレンズですね。私を撮ってくれてたやつ。そうです。その作例を交えながらご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。もう2歩前いけます。いいね。すごくいいです。はい、いいですよ。はい、知り合いの宿なんですけども、ホーリーキャンプカーサ、こちらのですねイメージ映像を撮っていきたいと思います。よーいスタート。なんといってもシグマの描写力ですよね。これはキレキレですね。さすがシグマのアート。 OK です。 35mm っていうのはすごく私は使いやすいんじゃないかなと。これちょっと一回いきますね。はい、行きまーす。黄昏せいべい2026 by 奄美 in 奄美。よーいスタート。いいですね。黄昏せいべい in 奄美。これはシグマさんすごいレンズ作ったねこれ。開放させてみます。開放した時の感じを見ていただきますね。ここでストップで、はい、大丈夫です。僕の場合だと結構絞って海もしっかり映すっていうことが多いんですけども、海と被写体、Vlog とかだとやっぱりね風景も映したいんで絞ることがあるんですけど、 F1.4 までいけるんで一回開けてみますね。それがこんなような映像になります。こんな感じなんですけど、このボケ感、落ちた。このボケ感いかがでしょうかね。いやーいいね。鳥さん歩きされてますけどボケ感じゃあシムケンダンスでそう、これ寄れば寄るほどねこのボケ感っていうのをより感じられるんじゃないかなと。ボケ感いい、すごい F1.4 素晴らしいです。ありがとうございます、シムケンさん。せっかくなんでここで写真も撮っていきたいと思います。僕最近あんまり画素数とか気にしなくなりまして S3 でスチールとかも撮るようになってます。はい、じゃあちょっと写真も一瞬撮っていきます。ちょっと太陽の光があるんで、それをもう少し、頭下げてください。そうですね、顎ぐらいに光が当たる感じなのでちょっと頭を上げましょう。はい、そこです。はい、素敵です。
今回ね撮ってきた映像がこんな感じなんですけども、まずは映像ですね。夕日もですね撮影することができまして、本当にアートレンズは今まで僕も使ってきたんですけども、やっぱり間違いない描写力だなと思います。こちらの映像いかがですかね。これはねF1.4 これ開放で撮ってるんですけども、まあねこの柔らかさというか、柔らかさの中で、周辺原稿っていうのもですねそこまでしてませんし、やっぱりこの被写体をこう盛り上げさせるというか、被写体をこうふわっと引き立てるこのレンズの威力というか、これはね感動しましたね。やっぱりですね絞るとこのシャープさっていうのがね際立ちますね。シネマレンズじゃないのかなってぐらいの描写力だなと思いました。これ妻を撮ってる映像なんですけども、やっぱり 35mm の画角ってめちゃくちゃ使いやすかったですね。最短撮影距離っていうのが28センチなので、正直ですねそこまで寄って撮影することはできないです。なので個人的にはもう少しね寄って撮影できたらねいいなとは思ったんですけども、ただねそれを抜きにしてもこの描写力っていうのはとんでもないなと思いました。あとね実際こう使ってて思ったのが、フレアであったりゴーストっていうのもかなりね抑えられてるなと思いましたね。こちらが写真でございます。というわけでまずはですね1枚目から見ていきましょう。今回はですねこのレンズでどんな写真が撮れるのかっていうことで、基本的には色をほぼ補正していない状態でございます。明るさであったり角度というのはですね見やすくするように変えていますが、基本的にはフラットな写真となっております。というわけで見ていきましょう。まず1枚目の写真がこちらですね。潮風と横顔をテーマにしております。 F1.4 の開放で撮影することで島影をですね柔らかく溶かして被写体の表情だけが空気の中に浮かぶように仕上げました。 35mm の画角はポートレートでありながら背景の物語性も同時に語れる絶妙な距離感だなと感じました。続きましてこちらでございます。名古屋市内を車で走ってる時に助手席から写真を撮ってみました。 F9 まで絞って画面の隅々までですね改造させることで、アート2のもう一つの顔であるこの描写の精密さを引き出せたんじゃないかなと思います。こちらがですねビルの真下から見上げて撮った写真でございます。ちなみにこちらの写真っていうのはソニーのですね α7-4 で撮影しております。建造物のこの規則的なパターンがですね画面の隅々までシャープに切り取られてるんじゃないかなと思います。このエッジの感じとかがすごくなんか美しいなと思いますね。結構ね今回この 35mm で建築物っていうのをね撮ってみました。ビルの谷間から覗くですねこの青空に、一筋の飛行機雲がちょうど出てたのでパシャッと撮ってみました。なんかねすごくなんでしょう構図的にも自分なりに非常にいい写真が撮れたなと思っております。ふと見上げた瞬間だったんで、そのまま撮ったんですけども、やはりですねこのレンズの魅力であるその軽さっていうのもかなり影響してると思います。瞬間を逃さないというか、この青空の透明感がですねそのまま記録できてるんじゃないかなと思います。こちらですね雨の中傘を差してるですね妻を結構寄り気味で、全開放 F1.4 で撮影しました。やはりですね周辺は若干減光してるなという感じですね。でもねこの描写力であったりこのやっぱり柔らかさっていうのは本当にね魅力的だなと思います。こちらはねやっぱりなんといってもやっぱり奄美大島の夕日って僕の中で結構特別なものがありまして、それをですね非常にいい状態で撮影ができました。 F7.1 まで絞ってですね雲のディテールであったり光芒の筋であったり海面の反射などなどですねしっかり描写できてるんじゃないかなと思います。広すぎず狭すぎずというところでちょうどいい情報量で世界をですね切り取れてるんじゃないかなと思います。あとですねこちら街中で撮ってる妻の写真なんですけども、これもねちょっと光を抑え気味でアンダー気味の写真を撮ってみましたが、これもねやはり雰囲気が出ますし、この柔らかい暗さの中にこの力強さっていうのが描写できている。先ほどもお伝えしたんですけどもこれほとんど色とか触ってないので、レンズ自体の能力が高いので、こういった写真もね撮れちゃいますよね。というわけでですね、夜の撮影であったりもうこれ1本でスナップとかもねたくさん撮ったんですけども、もちろん撮影っていろんな技術的なことをこの構図、黄金比などをですね計算して撮影するっていうのももちろんいいと思います。その中でも僕はやっぱり気軽に何気ない何も考えずその日常を切り抜くこの撮影方法というか撮影で 35mm って結構抜群に良かったなと今
今回思いましたね。やっぱりレンズが軽いってめちゃくちゃ撮影してても楽しいんですよ。こう歩いていて次あれ撮ろうかな、あこれ撮ろうかなっていう感じをなんか久々に楽しむことができました。どうしてもスナップだとなんか画質をそこまでこだわらなくていいんじゃないかみたいな感じになっちゃうんですね、僕の場合は。その中でもしっかりですねこの描写してくれる、この描写力であったりシャープさ柔らかさっていうのがあるので、被写体探しが止まらなくなる感じというか、それっていうのはやっぱりレンズの性能も含めてやっぱり軽さっていうのはねかなり僕の中ではね重要なポイントだなと思いましたね。シグマのですねこのアートレンズの魅力たくさんですね感じることができました。あとはですね旅行先にねこれ1本持っていくとめっちゃ面白いなと思います。もちろんねズームレンズ持っていくのもいいんですよ。やっぱりこの足で稼ぐというか、僕はねいろんなレンズで映像とか撮ってきたんですけども 35mm のこの画角が好きで、このね絶妙な画角っていうのをねぜひですね体験していただければと思います。はい、というわけでですね実際使ってみた感想なんですけども、いい点とですねちょっと気になった点をですねご紹介していきたいと思います。もちろんもういい点といったら歴代シグマ 35mm の中でも最高の描写力を持っている、F1.4 で撮影できますしね、シャープで撮影できるんですけども、開放にした時のねこのボケの柔らかさっていうのはね本当に綺麗に表現できてますし、あとはねとにかくオートフォーカスもめちゃくちゃ早いですしめちゃめちゃ静かで、映像撮影してる時にも思ったんですけども、そのフォーカスブリージングっていうのも本当にかなり抑えられてるのでほぼわかんないですね。あとなんといってもですね、純正レンズと比べるとお値打ちで購入できるっていうのもですね魅力の一つじゃないかなと思います。あとねやっぱりカスタムボタンとかが、いろんなですねボタンがついてるっていうのも、撮影する時にですね非常にスムーズに撮影できるようになるので、こういったギミックっていうのはねありがたいなと思います。で実際使ってみてここはね気になるなと思ったのは、どうしてもやっぱり開放にすると若干やっぱりその周辺原稿っていうのは起きますし、最短撮影距離っていうのが28センチなのでそこまでね寄って撮影できないんですよ。僕は結構寄りで撮影したい方なので、そこがねもう少し寄って撮影できるようになったら嬉しいなと思いました。あとどんな方におすすめかといったら、やはりですね僕みたいに旅行に行って撮影したい方、一眼レフを持ってねこう撮影したいぞっていう方はですねこれ1本持っていくとねめちゃくちゃ便利だなと思いますね。あとですね動画も写真も1本のレンズで、ね、楽しみたいという方はこの 35mm の魅力ぜひですね体験してほしいなと思います。というわけで本日はですねシグマさんからご提供いただきましたシグマ 35mm F1.4DG2 アートレンズのご紹介でございました。過去にもですねシグマのレンズ紹介している動画もありますので、ぜひですねそちらも見ていただければと思います。というわけでぜひね気になる方は下の概要欄チェックしてみてください。そして皆さんのご意見ご感想コメント欄に残していただければと思います。そしてリクエストもお待ちしております。あとですねハイプっていうねボタンがありますので、そちらもですね押していただけると非常にナイト喜ばしでございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボーイ。